パート61始めていきましょう。マインクラフト久しぶりですね。今回は馬屋を建てていきたいと思います。今回の建築予定地にはすでにね、安山岩や石を引いて目印をつけております。今回建物を建てる前にですね、この1ヶ月間何をしていたかというと、こちら側を整地していました。二の丸御殿ですね。二の丸御殿の建築予定地です。柱の位置にマングローブの木がね、根が置いてあります。ここを決めないとですね、この本丸御殿の石垣の位置が決まらなかったんですよね。なので、二の丸御殿の整地をしておりました。というわけで、今回建てる建物の予定地を見ていきたいと思います。真ん中の大きい場所にあるのが馬屋ですね。で、この手前側にあるこの小さなエリア、ここが馬立てどころ、馬立て所と言われるところで、馬をつなぐ場所があったそうなんですよね。今回拠点というか物置とだいぶ遠くなってしまったのでね、先にこの馬立てどころを作っていきたいと思います。まずは骨組みですね。骨組みから作っていきましょう。あまり大きい建物にはならないのでね、骨組みをサクッと作ってしまいたいと思います。高さは3ですね。敷地も2軒 ×1 軒とあまりね大きくない建物になります。ここを結んだら骨組みの完成ですね。そしたら壁を作っていきたいと思います。と言っても一時的に馬をつないでおく場所なのでね、壁も1枚しか張らないですね。こんな感じですかね。そしたら仕切りを作っていきたいと思います。競馬をされたことがある方は見たことあるかもしれませんね。レース後にお馬さんをねつないでおく場所、そんなイメージの場所を作っていきます。ちゃんと光源も入れてね、床を作っていきましょう。この手前に柵を置いて紐でつなげられるようにしたいと思います。競走馬はね、この両脇から紐をつなげるんですが、結構ねレース後のシーンとかで見たことある方いらっしゃるかもしれないですね。こんな感じで施設自体は完成ですね。そしたら屋根を作っていきましょう。屋根は少しだけ片流れっぽく作ります。片方だけね屋根の高さが高い、そんな建物になりますね。いや、お馬さんで移動できると便利ですね。こんな感じでつなげられるようにしています。床を舗装していきます。こんな感じでね、むき出しの土みたいな、そんなイメージで作っていきます。北裏門のすぐそばにある馬立てどころ完成ですね。そうしましたら、この馬屋の先にある大腰掛けを先に作っていきたいと思います。この馬屋の端っこの壁が大腰掛けの壁と一緒なんですよね。同じ壁を使うんで、まずは大腰掛けの建物から作っていきます。
早速骨組みを作っていきましょう。本丸御殿にも打越掛という建物があったかと思うんですが、同じような建物になりますね。この建物ですね、打越掛。現存している腰掛というと、岡山城の友の腰掛があります。今回は打越掛を参考にというよりも、岡山城の友の腰掛を参考に作っていきたいと思います。柱の高さは5でいきたいと思います。打越掛と違って他の建物とつながっている建物ではないので、地面から2マス分白漆喰の壁を入れられるように作っていきたいと思います。骨組みが完成しました。というわけで早速壁を作っていきましょう。白漆喰の壁ですね。滑らかなクォーツを使って再現していきたいと思います。壁が完成しました。というわけで今回は天井から作っていきます。屋根の下に1枚天井で傾斜をつけたいなと思います。まずは矢切りの部分ですね。矢切りの部分に漆喰を入れてから天井を伸ばしていきましょう。外から見た時と同じような傾斜になるように内側の天井も作っていきたいと思います。天井が出来上がりました。というわけで早速屋根も作っていきましょう。和風建築といえば垂木。今回は偶数の建物になるので、向き合った形で垂木を作っていきます。垂木の外側には頭皮の板を使って屋根を作っていきたいと思います。板吹き屋根の再現ですね。今回モデルにした岡山城の友の腰掛は2021年に復元されています。最近こういったお城とか昔の建物が復元されるのが活発になってきてますよね。松本城でも昔の姿を復元させようといろいろと動きがありますね。外堀の復元とか見てみたいですよね。大腰掛が完成しました。というわけでこの大腰掛の壁から馬屋を作っていきたいと思います。この骨組みに合わせて馬屋の骨組みも作っていきます。というわけでこの3段目の高さにね、横串を入れながら骨組みを作っていきます。こんな感じですね。この西側の壁は2マスおきに作っていきたいと思います。北側の壁も2マスおきに作っていきます。昔の建物の1軒がだいたいこの2マス幅なんですよね。東側の柱は3マスおきに立てていきます。こちら側の壁が馬房の壁になりますね。柱が完成しました。というわけで内側の柱も作っていきたいと思います。この安山岩が引いてある場所を目安に内側の柱も作っていきます。
この柱が馬房を囲む壁の軸になるんで、外側の柱よりも1マス高い高さで作っていきたいと思います。馬屋も現存する建物はなかなかなくてですね、国宝に指定されている彦根城の馬屋を今回は参考にさせていただいております。骨組みが完成しました。なかなか複雑ですよね。というわけで壁を作っていきたいと思います。馬房の壁になるところには頭皮の木材で壁を張っていきます。上側の壁には白漆喰ですね。白漆喰を埋めていきたいと思います。西側の入り口になる方ですね。入り口になる側も白漆喰で埋めていきたいと思います。下の部分が扉だったり壁だったりするんですが、後ほどね、そちらは作っていきたいと思います。壁が出来上がりました。というわけで、この内側の馬房の部分の区切りを作っていきたいと思います。床も合わせて作っていきます。彦根城の馬屋は木板が張られてるんですよね。なので今回は木板を張っていきたいと思います。馬房と馬房の間の区切りは原木と頭皮の木材で区切りを作っていきたいと思います。こんな感じでね、上が空いてる感じで作ります。こちら側は倉庫になるので全て埋めてしまいます。こんな感じで馬房の仕切りを続けて作っていきたいと思います。馬房が出来上がりました。というわけで今回の馬屋も天井から作っていきたいと思います。倉庫の部分は天井をギザギザのね、天井にして作っていきます。こんな感じですね。通路の部分や馬房の天井部分は屋根の傾斜に合わせた形で天井を作っていきます。いや、結構長さありますね。一番高い部分は階段を使ってフラットにデコボコに、そんなイメージで天井を作っていきたいと思います。天井が出来上がりました。というわけで屋根を作っていきたいと思います。まずはたるきですね。馬屋の一辺はすべて大腰掛けにつながっているので、
東側と西側のたるきは一方向のたるきにしていきたいと思います。頭皮の板で屋根を作っていきましょう。馬屋の屋根は入りもや屋根を作ります。板吹きの屋根を押さえる石を置いていきましょう。本丸御殿の建物と同じように端っこの部分には飾りをつけたいと思います。こんな感じですね。石の部分をさらに高くしていきましょう。屋根が出来上がりました。というわけで馬房の部分を仕上げていきたいと思います。柵とゲートで再現していきます。で今回ツリー看板を使います。ここにねお馬さんの名前が書かれている、そんなイメージですね。パート61、馬屋を作る、いかがだったでしょうか。これで本丸エリアの建物はほぼほぼ出来上がりましたね。あとは板書を残すのみとなりました。次週以降はこの本丸を囲む塀であったりとか櫓を作っていきたいと思います。この建物がある外側ですね、石垣の上の部分にある建物を作っていきます。こちら側はだいぶできてるんですが、この北裏門であったりそういった施設を作っていきたいと思います。その後最後ね黒門を作って本丸エリア完成にしたいと思っております。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。